今日はルネサンスから印象派までクラシックの時代スタイルを解説するよ。スタイル解説も記念すべき50回目、 V4 時代も含めると96回目だけど、記念会だし自分が好きなことをやろうということで、今日のテーマはクラシック。スノではクラシック音楽のジャンルはあまり良い効果にならない傾向がある。現代においてクラシック音楽はクラシックというジャンルで扱われている。より細かな分類はあまり使われない。だからスノも学習しにくいんだと思う。クラシック音楽のスタイルで使えるのは楽器名、作曲者名、時代区分かな。クラシック音楽で使われる楽器名をスタイルに入れるとクラシック風になる。 V5 のオーケストラ楽器の効果は以前の動画で紹介したからそれを見てね。次に作曲者名を入れる方法。以前はこの方法を推奨してたんだけど、近年のスノはクラシック作曲家でもアーティスト名と同様に扱われて生成不可とされることがあるよ。だから現在はあまり推奨はしない。例えばフレデリック・ショパンの名前で音楽を生成することに問題はないけど、その生成した曲をショパンの曲と偽って使うのは当然問題になるよ。不正利用される恐れがあるから使用を禁止する理屈はわからなくもない。最後に時代区分の単語を使う方法。バロックとか古典派とか印象派とか名前は聞いたことあるんじゃないかな。今日はそれをスタイルで使ってみるよ。まずはクラシック音楽以前の音楽。この時代の音楽を示す単語がいくつかある。例えばエンシャントミュージック、これはドラム強めの古代の音楽になる。メディーバルは中世の音楽になる。弦楽器ハーディーガーディの音が特徴だね。グレゴリアンチャントは中世の聖歌、中世風の神秘的な斉唱になるよ。ただどのスタイルも現代の人が考える古代風、中世風の音楽でしかないよ。実際の古代、中世の音楽とはかなり違う。その辺は誤解しないように注意が必要だね。今回は一応エンシャントミュージックだけ参考として実例で効果を紹介するね。中世の次の時代はルネサンス。キリスト教の影響が弱まった時代だね。ルネサンスで科学や芸術は発展した。でも音楽は実はあまり発展しなかった。この時代の音楽はまだ民族音楽的でクラシックのような雰囲気はないよ。スノだとギター系の楽器リュートだけが演奏されるシンプルな曲が生成される。ではクラシック音楽になったのはいつからかというとバロックの時代。この時代にコード進行が生まれて民族音楽とは違う現代的な音楽となった。この時代の代表的な作曲家はバッハ。名前くらいは誰でも知っていると思う。バロックのスタイルは過去の動画で解説したから今回改めて解説はしないよ。 V4 時代の古い解説動画ではあるけどスタイルの効果は V5 でも大体同じだよ。次の時代がクラシカルエラ。クラシックの語源となった時代だね。コード進行がより進化した時代。代表的な作曲家はモーツァルトだね。なぜこの時代の音楽がクラシカル、古典と呼ばれるようになったのか。それは芸術側の時代区分の影響だよ。打足っぽいけど一応説明しておこうか。芸術と音楽の時代区分はほぼ同じ。ルネサンス、バロック、古典派、そしてロマン派、印象派という流れは音楽でも芸術でもほぼ同じなんだ。そして芸術における古典派時代は古い時代の芸術を再評価した時代になる。ただ今まで解説した通り音楽はバロックでようやく花開いた芸術なので古い時代の音楽を再評価しようがない。この時代の音楽は別に古典的ではないよ。芸術がこの時代を古典派としてるから音楽もそう呼ばれるようになっただけ。現代でのクラシカルは全ての時代のクラシック音楽を示す言葉になったから特定の時代を示すクラシカルエラとした方がスノでもいい効果になるよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。君をもって泣けるなら100回なんて
50回くらいでいい。君を思って泣けるなら100回なんて欲張り。気づいたらため息が口癖になってた。50回目の夜。50回くらいでいい。君を思って泣けるなら100回なんて欲張らない。未来なんていらないよ。古典時代のクラシックスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。クラシカルエラは実例ではあえて弦楽器主体の曲だけを紹介したけど、実際はピアノ曲になることも多いよ。その辺は誤解のないよう注意してね。ピアノは古典派の時代に進化して以降の時代ではクラシックの定番となった。ピアノの進化はベートーベンの曲と合わせて語られることが多いね。ベートーベンの曲はピアノの音域を最低音から最高音まで使うことが多い。ピアノが進化してより高い音やより低い音を出せるようになると、ベートーベンもその音を使い始める。彼の曲がピアノの歴史を示しているんだ。古典派の次の時代がロマンチシズム。この時代の代表的な作曲家はショパン。ちなみにベートーベンは初期は古典派、後期はロマン派なので、各時代を代表する作曲家というとどちらにも入れにくい人ではあるね。この時代の特徴は半音階的和声だけど、音楽を知らない人に説明するのは難しい。コード進行を知らない人に向けてあえて非常に乱暴な例えをすると、バロックはロック、古典派はポップス、ロマン派はジャズくらいの複雑さかな。この時代からはピアノの影響が強く、スノではほぼピアノソロになるよ。それとロマン派は音の強弱が強い。ただピアノで強い音は限界があるから、弱いピアノの音が使われやすいと言い換えた方が誤解はなさそうだね。ネオクラシシズムは20世紀になって古い時代の音楽を再評価した時代の音楽。古典派時代に芸術がやったことを200年後に音楽もやったわけだね。バロック、古典派時代のようなシンプルな曲調が現代的になった感じ。ただ古典的な楽器はあまり使わない。ピアノが主役で弦楽器要素が混じるよ。インプレッショニズムはクラシック音楽の前提であったコード進行を否定した音楽。音楽そのものを否定する前衛音楽とは似ているんだけど大きく違う点がある。印象派は音楽の構造を否定しただけで、音を楽しむこと自体は否定していない。前衛音楽は奇妙で奇抜な音楽すぎてわけがわからない印象を受けやすいけど、印象派は不思議な音楽ではあるけど美しい音だと感じる人も結構多いはず。印象派まではクラシック音楽であり、前衛音楽はクラシック音楽ではない。そう分類されるのが一般的ではあるよ。印象派はまだクラシックらしさがある。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。50回くらいでいい。君を思って泣けるなら100回なんて欲
50回くらいでいい君を思って泣けるなら100回なんて横ば50回くらいでいい君を思って泣けるなら100回なんて50回くらいでいい君を思って泣けるなら100回なんて欲張らない未来後期のクラシックスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。今回解説した時代区分のスタイルはかなり広い範囲の曲を示す単語なので、生成のたびに曲調は結構変わるよ。ちょっと使いにくいスタイルではあるね。ただこれ以上細かい区分を考えるとやっぱり作曲者名を使うしかなさそう。新スノではアーティスト名もある程度使用可能にはなるだろうから、新スノになったら各時代のスタイルをより詳しく調べてみるよ。それじゃまたね。